日本を代表する文豪芥川龍之介もアメリカのケネディ元大統領も悩まされた、それは頭痛。今や日本人の3人に1人は頭痛に悩まされ、まさに国民病とも言えるんです。放っておくと重大な病気につながる恐れも。たかが頭痛と思う中で、特に季節の変わり目の今は要注意なんです。今日は国民病といえる頭痛の悩みを解消する秘訣を名医に生解説してもらいます。教えてドクター、スタジオには札幌磯部頭痛物忘れ栄養クリニックの院長磯部千秋先生にお越しいただきました。先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先生は常々皆さんが本当の頭痛の怖さを知らないとおっしゃってるんですね。頭痛は放っておくとどうなるんでしょうか。はい、ありがとうございます。うつ病になる可能性もあります。うつ病を併発する可能性もあると言いますし、そもそもやはり頭痛は福永さん、脳卒中だったり、そういった心配もありますよね。やっぱりこれ頭の中だからものすごい繊細なんでね、頭痛は心配ではあるんですよ。なので急激な痛みだったり、そういった方はすぐに病院に行くべきなんですが、ただこの頭痛ですね、この頭痛はどのような要因なのか、対処法はどうなのかって、先生、対処法は明確にあるんですもんね。はい、ございます。これを今日徹底的に解説をしていただきたいと思いますが、まずはどさんこアプリで皆さんからお寄せいただいた皆さんの頭痛の悩みについてご紹介をしたいと思います。3100通皆さんからいただきまして、こんなに悩んでらっしゃるんですね。本当にありがとうございます。教えていただいて、いくつかピックアップをしました。こちらです。札幌の40代の女性の方なんですが、仕事中緊張したり不安になるとこめかみが痛くなりますという方、小樽の50代の女性の方は目の奥が痛くなって頭も痛いですという方、さらに帯広の60代の方は匂いに反応しますという方ですね。強い柔軟剤や香水の匂いを嗅ぐと頭痛が起きるということです。そして私は話を聞いてちょっと心配になったんですが、スタジオの2人も頭痛に悩まされているということですね。そうですね。はい、今の3人の、ね、ご意見がありましたけども、すべてのパターンに私引っかかりました。本当に日常的に頭痛を、ね、してしまってるんですよね。私は朝起きた時とか、あとね、休みの日に入るとなんかもう片側がもう痛いなんかズキズキ。片側なんですか。片側なんですよ。なんかもうなんかズキズキ、なんかドックンドックン。脈を打つような、ね、痛みありますよね。これもね、解消法をこれからお伝えするんですが、ではその頭痛が何のタイプの頭痛なのかっていうのを押さえておく必要があります。一口頭痛って言ってもいろいろな種類があるんですね。先生、何種類でしたっけ、専門で。頭痛はですね、367種類ございます。そんなにあるんですか。そんなの考えたこともなかった。頭痛は頭痛でしょって感じ。ただその中でも最も多い頭痛とその次に多い頭痛のタイプっていうのがあるので、その2つをご紹介いただいてもいいですか。はい、わかりました。画面に映っているのがですね、これはもう脳の反応が起きているわけなんですけど、片頭痛と言われている痛み方、脈を打つような痛みで、両方が痛い方も4割いらっしゃいますけど、動くと悪化して眠くなってあくびが出て寝込んでしまう。そして脳が敏感ですので、光や音や匂い、人混みで反応して増悪するという特徴があります。これが1つ目のタイプ、片頭痛、これが先生最も多いんですね。そうですね、統計にもよりますけど 94% 頭痛外来にいらっしゃる方、片頭痛の方がいらっしゃいます。そしてもう一つ多いのがこちらのタイプです。緊張型頭痛です。はい、これ緊張型頭痛で、緊張型頭痛はもう痛み方として頭全体がこう締め付けてくる痛みの特徴があり、痛みの度合いは寝込むほどではないと、動ける程度ですよと。しかし特徴としてはいろんな誘因、不快なシグナル、ストレスで筋肉が収縮し血行が悪くなり痛み物質が出て、肩こりや締め付け感が強くなってくる病態です。先ほど福永さんが言っていた片方の頭が痛くなるっていうのは何なんでしょう。何頭痛。片側が痛い。はい、これは片頭痛の可能性が濃厚と考えて結構だと思います。これ片頭痛、緊張型頭痛と2つご紹介しましたが、実は対処法が全く違うのが驚きなんですね。違うんだ。ちょっとこれ2つ並べて、画面に表示できますかね。片頭痛と緊張型頭痛の対処法、まず片頭痛はこんな感じです。安静にする、そして頭をほにゃららする、糖分補給をする。金子さん、頭を、私いつもしての頭を冷やすとなんか楽になるなっていうふうに思ってました。経験者はそう言っていますが、先生どうでしょうか。はい、
頭を冷やす。やっぱり楽に効果的なんですね。まあよく私はディレクターから頭を冷やせとは言われますけど。全く別違うなんですね。意味でそれはそう違う意味です。これなんで冷やすといいんでしょはい、片頭痛の時には脳の血管が拡張して神経が痛みを察知してますので、冷やすことによって拡張した血管を元に戻す効果が期待できるということでございます。冷やすっていうのはじゃあなんか例えば保冷剤とかちょっと当てたりとか。そうですね。私いつもそうしてます。はい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 。はいはいょう。もう一つ緊張型頭痛はこれ全く違うんですね。はい、これは、はいなんでしょうか。はい、これは動くと楽になると。動くと頭痛い時にあんまり動きたくないんですけど。はい、片頭痛と逆です。動緊いた方がいい。張型のタイプは楽になるんですね。どう動いたらいいんですか。これはですね、動くの姿勢を良くするとか深呼吸するとか、あとはストレッチ体操をするとか遠くを見るとか頭がすっきりとする行動をすることがベストと思います。これあれですか、下を向きすぎないってどういうことなんですか。下を向くと首のところに筋肉が収縮というか引っ張られてしまいますので、血行が悪くなって頭の重さがそのまんま筋肉にのしかかってくる。こりも、じゃあもうスマホばっかり見てこうやってやってると、こっち側のタイプの頭痛になる可能性がある。そうですね。おっしゃる通りです。緊張型頭痛になるかもしれない。はい。皆さんこの頭痛になってしまった場合どのように対処しますかという質問をしたところ多くの方がこう答えていました。ご覧ください。パソコン使うのですごい日頃から頭痛はすごいあります。それでお薬飲んだりします。薬すぐ飲みます。はい。鎮痛剤飲むことですかね。福永さん、金子さんもやっぱり薬は使います。もう私はもうバリバリの薬信者ですから。もう何かあったらすぐ。だってもう辛い思い続けるの嫌だから。で飲めばある程度効く。そうですよね。そうですね。ひどい場合には私も服用してますね。やっぱり最低限使うことは必要なんですが、先生やっぱり飲みすぎは注意なんですね。そこですよ。はいはい、おっしゃってる通りでございまして、痛み止めをですね漫然と多用していくとかえって元の片頭痛が増えていくということで、目安は月10回安易に飲んでるとちょっと元の頭痛を悪化させる可能性が高いと考えて、人それぞれですけどまず10回以上飲まない方がいいんじゃないかなと思っております。月10回月10回がこれ目安なんですね。だからこそ薬に頼りすぎずに日常の生活から頭痛になりにくいような行動に変えていかないといけないわけなんですけれども、ここからは日々の行動をどう変えたらいいのか具体的にお伝えします。でその前にそもそも頭痛がなんで起きるのかそのメカニズムを押さえておくことが必要なんですが、片頭痛の場合どういうメカニズムで起きるんですか。はい、ありがとうございます。片頭痛のメカニズムはまず一言で言いますと脳のホルモンと言われているセロトニンの減少によって起きるものでありまして、これってあれですか、よく言う幸せホルモンとかってことですか。そうです、おっしゃってる通りで幸せホルモン、感情を幸せにする。で不幸せの時には痛みも強くなりますし、痛みを制御コントロールする物質がセロトニンで、あと腸のコントロールしてますからお腹の吐き気とか腹痛、子どもさんは腹痛が多くてだんだん大人になると頭痛に変わってくるというポイントがございます。でこの幸せホルモンって福永さんが今おっしゃいましたけれども、セロトニンが減るとこれ頭が痛くなるだけではなくて先生もう一つ大きなことがあるんですよね。はい先ほどのうつ病のリスクにつながる可能性もあります。感情のコントロールもするというお話でした。そうですね。感情とあと眠りの質も悪くなってしまいますので、やっぱり疲れが取れないし、頭がすっきりとしなくなってきて憂鬱になる可能性も出てきます。だからイライラとか怒ったりすることが続かないようにした方がいいってことなんですかね。はいですね。まさにセロトニンを減らさない。これが最も大切なことになってまいりますが、ではどうすればいいんですか。はい、セロトニンを減らさないようにするためにはズバリ生活習慣の改善です。その通りです。生活習慣、まず食生活はどのように見直せばいいですか。はい、ですね、まず1日の脳のエネルギーである朝食、高タンパク質や繊維質やミネラルをしっかりとる、朝日に当たる、そして仕事をするときにも不快な感情でやらないでですね、過度な詰め込みとかをしないで計画的にしっかり行って脳にやる気とか幸せを感じながら仕事をする。そしてあと眠るときにもスマホなどを見たりとかいろんな情報過多になったりですねしないようにする。あときつい格好とかですねしないようにしたり、
また寝すぎ、それから熟睡不足した状態で一日の朝を迎えると頭がエネルギー不足な状態で一日がスタートしますので、睡眠の質、この3つ、まず基本の3つだと思います。これはもうすべての、病気だとかそういったものに、効果的と言ってもいいかもしれませんよね。はい、おっしゃってる通りです。大切なことですので3つを改めてご紹介します。食生活の改善、大幅なストレスから身を守ること、そして睡眠の質を向上させること、この3つを抑えるとセロトニンは増えるんです。これ要するに今片頭痛の話ですね。片頭痛の話です。はい、ということなんですね。セロトニン、セトロニン、セロトニン、これ間違えた。間違えたですね。こういうの間違えた方、何やってんだよって怒ると過度なストレスですからセロトニンが減っちゃうわけですよね。そうですね。良い経験と思ってください。あら、前向きになるわ。捉えることがミスをしないことも大事ですけど、人のミスを許すこと、そうです。これも大事なことです。優しく優しく。白井和之さんがおっしゃってましたね。さてさて、バラされたな。ここからは視聴者の皆さんにアンケートを、しまして3100通、その中でちょっと多かった質問をいくつかピックアップをしたいと思っております。これ頭痛に関する悩みで札幌の60代の男性などをいただきました。雨の2日前に頭痛が起きて台風の前はかなりきついんですという方、気象に関することですよね。これ先生かなり増えてるんですよね最近。はい、本当におっしゃってる通りなんですけども、今も季節の変わり目ですし、あと低気圧が来ると気圧の低下によって脳の血管が拡張するということによって、片頭痛が誘発されやすくなりますし、寒さから暑さ、そしてまたクーラーとか、そういうことで脳の興奮を起こし、セロトニンが使いすぎることによって誘発されることでございます。金子さんも結構この気圧とかの、そうなんですよ。なんか頭痛が最近するなと思ったら、数日後に大雪だったりとか、大雨があったりとかするんですよね。頭痛からを先に感じるんだ。なんかそうなのかなと思って。季節の変わり目は気圧の変化も大きくなりますが、ウェザーニュースでは天気痛予報というものを出しています。こちらの画面ですが、北海道マップにこれ過去のものですので今日のものではありませんのでご注意ください。ちょっとアップにしましょう。例えば旭川では注意となっています。これは気圧の変化が大きいということで、こういった注意と出たときは、具体的に何をすればいいんでしょうか。そうですね。これはもう気圧の変化で片頭痛が起きやすいリスクが増えたということですから、事前にバナナなどを食べて血糖の変動を防いでおくとか、もし本当に片頭痛が起きてしまった時のために黒砂糖を持ち歩いて脳の低血糖を防いでエネルギーを補給する体制をとって、事前対応しておくということが最も必要なことだと思います。糖分が大事なんですか。はい、糖分が大事です。バナナや黒砂糖がおすすめだということですね。その他ちょっとゆったりとした服を着るという、締め付けない格好、体温の調整をしていただければと思います。その他にも質問をいくつかご紹介します。札幌の40代の女性の方です。頭痛がした時に頭を揉む、この行動はどうなんでしょうか。やります。やっちゃいますよね。揉んだり押したり。はい、ありがとうございます。これは片頭痛の時にはですね、頭を押して血管を拡張しないようにするのがコツなんですけど、頭を振ってですね、具合悪くなる時はもう片頭痛までいってますから、揉むと悪化しますので、静かな部屋で暗くして涼しくしてブラックコーヒーなどを飲んでいただきたいと思います。カフェインを取るのは大丈夫なんですね。片頭痛の発作の時には、ぜひカフェインを取ることは正しいですけど、普段から漫然とカフェをついつい飲みすぎると血管を収縮させ、脳の血管を拍動させてしまうので、それは注意が必要です。でも結論としては、とにかくじゃああまり揉まない方がいいってことですか。はい、片頭痛の発作の時には原則動かさないで、静かな部屋でエネルギーを補充することの方が優先と考えて結構です。さて、プラスアルファでもう一つちょっと耳寄りな話をお伝えしたいと思いますが、皆さんこの先ほど私セロトニン怒らないでください。ニコニコしましょう。セロトニンがこれ大切だっていう話をしましたけれども、ちょっと皆さんも前に先生もありがとうございます。セロトニンって体のうちのどこで生成されると思いますか。セロトニンはどこでできるのか。セロトニンどこってそれは頭の話が頭しか私も頭かなと思ったんですけど、内臓系ですか。内臓系か。先生ズバリどこか教えてください。ズバリですね、腸です。腸なんです。腸で生成されるのがセロトニンで、そのセロトニンが増えると頭痛も落ち着いてくるっていうところなんですが、セロトニンは9割腸で作りますので、覚えやすく超能力と覚えていただいて、腸を良くして脳みそもセロトニンが増えて
幸せですっきりとした頭で過ごせるというふうに考えて結構です。超能力です。セロトニンは超能力。超能力。いいこと聞きました。腸のケアというと発酵食品のイメージがありますが合ってますね。いや本当にもう、はい答えていただきましてありがとうございました。やっぱり腸の働きを良くするのは発酵食品、善玉菌につながる、日本独特の伝統的な発酵食品、繊維質、こういうものが効果的だと考えて結構です。先生の特におすすめの食材があるんですもんね。はい、食材はスナットだとか、はいおからだとか、メカブがおすすめでございます。メカブもおすすめ。納豆に酢かけるんですか。酢かけます。酢納豆。善玉菌を増やすということで、っております。腸を整えると体全体が元気になりますが、それが頭痛にもつながりますよというちょっと意外なお話でしたが、腸と頭がつながってるとは思わなかったですね。超能力をぜひ覚えてください。腹を割って話すとかそういう言葉をぜひイメージして腹が立つとかそういうことで脳と腸はつながっているというふうに認識していただければと思います。昔の人はやっぱ分かってらっしゃるんですよ。理にかなってますね。さあここまで先生にお話を伺いました。改めて一言お願いできますか。今日は本当にこういう企画に呼んでいただきましてありがとうございました。健康がすべてではありませんが、健康を失うとすべてを失いますから、最大の節約は健康を手に入れることですから、ぜひ痛みがあったら頭を調べて何が原因かはっきりさせて幸せな人生を実現してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまで磯部千秋先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうとにかくニコニコしてニコニコそうです、大事ですね。こうしてね。セロトニン。